メキシコシティ。メキシコの首都でラテンアメリカを代表する世界都市です。四方が山に囲まれた盆地に位置していますが、市内の標高は2240メートルもあります。かつてはアステカ王国の首都だった土地であり、遺跡や歴史的建造物が残っている一方で、高層ビルの並ぶ繁華街が形成されています。市内は地下鉄やメトロバスのような公共交通機関が発達しているため、観光しやすい都市と言えるでしょう。それでは陽気な雰囲気と太陽が心地よいメキシコシティにある7つのおすすめ観光スポットを順に紹介していきます。7位、メキシコ国立実地大学。1551年に創立されたアメリカ大陸で2番目に歴史ある大学です。ラテンアメリカでは最大規模を誇り、60人以上の建築家や技師によって統一性を持った大学都市が作られています。その普遍的な価値が認められ、ユネスコの世界遺産にも登録されました。メインキャンパスであるシウダ・ウニベルシタリアには、学長棟や中央図書館のような壁画が印象的な建物があります。特に中央図書館の紙面には異なる4種類のテーマで絵が描かれていて、世界最大の壁画でもあります。図書館ではイベントが開催されている時もあり、普段から誰でも自由に出入りすることが可能です。広大な敷地を有するキャンパスは生態系保全区域も有しており、大学博物館にはメキシコの芸術家による現代美術などが展示されています。6位、ソチミルコ。同じく世界遺産に指定されているソチミルコはアステカ文明の伝統を色濃く受け継いだ地域です。メキシコシティの中心部から南におよそ30キロの場所にあり、チナンパと呼ばれる沼の上に浮かぶ農地が広がっています。岸辺には運河を移動するための小舟であるトラヒネラの船着き場が並んでいて、現在では祝日などに多くの観光客を乗せる重要な観光資源となりました。トラヒネラは派手な装飾が施された人力で進む船であり、船上ではメキシコ土産も売っています。ソチミルコの運河網の景観や文化は、まさにアステカ時代の生きた遺跡と言えるでしょう。このエリアは絶滅危惧種であるメキシコサラマンダーの生息地にもなっています。一方、ソチミルコの歴史的中心部には、サンベルナルディーノ・デ・シエナ教会を代表とするスペイン植民地時代の街並みが残っています。5位、ラテンアメリカタワー。44階建てで高さが182メートルあり、メキシコシティの旧市街地にそびえ立っています。1956年に建築され、優れた設計と強度から国際的にも工学的及び建築学的に重要な高層ビルです。現在ではランドマークにもなっていて、36階と38階には近現代歴史博物館が入っています。ガラス付きの展望室が42階と43階に、屋外の展望台が44階にあり、中心地の景観を見渡すことができるでしょう。タワーのすぐ下にはアールデコ様式のオペラハウスであるベジャス・アルテス宮殿が見え、その横には1592年に設立されたアメリカ大陸で最古の公園であるアラメダ・セントラルが広がっています。昼間の景色だけでなく、夕日や夜景も必見です。4位、グアダルーペ寺院。メキシコシティ北部に位置し、カトリックにおける世界三大奇跡の一つである聖母マリアが現れたと言われている丘です。1976年に建てられた神聖堂はモダンな造りになっていて、天井には豪華なシャンデリアがかかっています。動く歩道に乗ることで大きな国旗とともに聖母マリア像を眺めることが可能です。未来的なデザインの神聖堂に対して、旧聖堂は18世紀初めに建てられた歴史ある建造物です。グアダルーペ寺院にある旧聖堂も含めた礼拝堂のいくつかは、アステカ時代に湖だったエリアを埋め立てて作られたために、地盤沈下によって徐々に傾いています。広場や噴水などもあり、敷地内をゆっくり観光できるでしょう。3位、ソカロ。メキシコシティの中心地にある広場の通称で、正式名称の憲法広場とも呼ばれています。東側に立っている国立宮殿は、
2018年以降は大統領官邸として使用されているメキシコの行政機関の建物です。他にも市庁舎や商業施設が囲んでおり、広場の中央には国旗が掲げられています。北側のメトロポリタン大聖堂には様々な建築様式が採用されているため、内部とともに多彩な角度から外観を眺めてみましょう。この広場ではイベントが開かれることも多く、独立記念日の前日には数多くの人々が集まります。アステカ時代には集会場として使われた場所で、すぐ近くにはテンプロマヨール遺跡もあります。遺跡にはアステカの中心都市にあった古い神殿の壁面や階段が残っており、儀式に使われたジャックモール像もここで発見されました。そして隣接した博物館では発掘された骸骨の彫刻が並ぶ祭壇を代表とする石板や像などを見学できます。2位、国立人類学博物館。数多くの考古学的収集品が収蔵されている巨大なミュージアムです。24の展示室があり、1階と2階が常設展示室として用いられています。メキシコシティ周辺で繁栄したアステカ文明やテオティワカン文明だけでなく、ユカタン半島を中心として栄えたマヤ文明など、メキシコ各地で発掘された重要文化財が展示されています。例えば、アステカの世界観を表す円形の彫刻である太陽の石や、古代マヤ芸術のプラスレス湿度のフリーズのような、メキシコ全土の古代文明の発掘品を見ることが可能です。また、博物館の中庭はマヤ遺跡であるウシュマルの二層院からインスピレーションを受けて設計されていて、中庭まで通じる場所にある傘と呼ばれる建築物も特徴的です。この国立人類学博物館はチャプルテペック公園という広大な敷地を有する緑豊かな都市公園内に位置しています。園内には湖や遊園地だけでなく、チャプルテペック動物園や植物園の他に、国立歴史博物館でもあるチャプルテペック城があります。この宮殿ではレトロなシャンデリアや装飾を見学でき、丘の上に立っていることから、周辺の景色を一望できるでしょう。1位、テオティワカン遺跡。紀元前2世紀から6世紀に栄えたテオティワカン文明の中心都市だった遺跡で、メキシコシティから北東へ50キロほどの神聖な雰囲気がある森の中に佇んでいます。入り口から入ると、まずケツアルコアトルの神殿が見えてきて、美しい彫刻やレリーフを近くで見学できます。そして遺跡内をまっすぐ南北に走っている死者の道を進むと、太陽と月のピラミッドが見えてきます。遺跡の中央付近に位置する太陽のピラミッドは、登頂ができるピラミッドの中では世界一の高さです。その高さは65メートルで、階段は248段もあり、遺跡を360度見渡すことができるでしょう。太陽のピラミッドの頂上から綺麗に眺められる月のピラミッドは、高さは47メートルと一回り小さいです。月のピラミッドは途中までしか登れませんが、死者の道の終着点であるため、遺跡の全貌を一度に眺められます。また、2つのピラミッドの間の死者の道沿いには、ピューマの壁画もあります。遺跡の中で当時の姿を最も忠実に復元しているケツアルパパロトルの宮殿では、柱に彫られている聖獣ケツアルパパロトルが見られます。近くにある、未だに鮮やかな色を残すジャガーの壁画や、羽毛の生えた巻貝の彫刻も見逃せません。古代都市テオティワカンもメキシコの世界遺産の一つであり、メキシコシティの北バスターミナルからバスに乗って1時間程度でアクセス可能です。メキシコシティで見逃せない観光地を7カ所紹介しましたが、いかがだったでしょうか。他にも市内では文化遺産に登録されているメキシコ出身の建築家ルイス・バラガンの邸宅と仕事場を訪問することもできます。豪華なレストランやオフィスビルが特に集まっているのは中心地区を横切っているレフォルマ通りで、独立記念碑や革命記念塔のようなモニュメントも置かれています。現在では北アメリカ屈指の世界都市となったメキシコシティですが、かつてはテオティワカン文明やアステカ文明といったメソアメリカの中心だった地域でした。タコスやブリトーなどのメキシカンを堪能しつつ、大都市に滞在しながら人類の足跡をたどる旅行ができるでしょう。